今回は UFC 史上最高の天才、ジョン・ジョーンズの紹介、中編をお送りします。前編は先日アップされておりますので、まだご覧になられてない方は前編からご覧ください。UFC ライトヘビー級3度目の王座防衛に成功するも、飲酒運転、器物破損で逮捕されたジョーンズ。2012年8月、ジョーンズはナイキとスポンサー契約を結び、4度目の王座防衛戦に臨みます。2012年9月、4度目の王座防衛戦として、ビクトー・ベイフォートとの対戦が決定しました。ビクトー・ベイフォートは、元 UFC ライトヘビー級王者。1997年の UFC12 から MMA で活躍しており、2004年には UFC ライトヘビー級王座を獲得。プライドでも活躍し、柔術黒帯の組み技と強烈なパンチ力から KO を量産。近年はミドル級を主戦場として戦っており、2011年ミドル級絶対王者アンデルソン・シューバの王座に挑戦し、敗れはするものの、その後、秋山義弘選手、アンソニー・ジョンソンを相手に2連続フィニッシュ勝利を挙げており、今回ジョーンズとの対戦が決定しております。そもそもジョーンズは4度目の防衛戦として UFC151 で皇帝ヒョードルを破った直後の元プライド2階級王者ダン・ヘンダーソンとの対戦が決定しておりましたが、直前でダン・ヘンダーソンが膝の負傷のため欠場。当時ミドル級トップコンテンダーチェール・ソネンが代役として選ばれたものの、ジョン・ジョーンズ側が直前の対戦相手変更を拒否したため、 UFC はメイン消滅によりイベント自体を中止することを発表。UFC151 の大会中止を受けて、翌月9月に開催する UFC152 のメインイベントで、両と町田との4度目の王座防衛戦が一旦発表されましたが、結局町田が準備期間が短いとして、このカードを断り、さらにマウリショ将軍にもオファーをしたそうですが、同じく準備期間の短さから拒否。巡り巡って最終的に近年1階級下のミドル級で戦っていたビクトー・ベイフォートが王座に挑戦することとなっております。試合前ビクトー・ベイフォートは、俺は自宅にいて友人たちと午前0時頃までくつろいでいた。そしたら UFC からジョン・ジョーンズと戦う気はあるかという携帯メールが来ていた。俺は飛び上がって喜んだ。チームにはすごい奴らが大勢いる。俺はベストな連中から学んでいきたい。ライオンになりたければライオンと練習しないといけない。俺はオールドライオンだ。この試合はオールドライオンとヤングライオンの戦いだ。現時点で最強のファイターと対戦できるのに嬉しくないわけがないだろう。俺の世代はみんな引退しているし、こんなチャンスはないと話しました。試合は1ラウンドにビクトーに腕式十字固めを決められ、ピンチに陥るも脱出してからは終始優勢に立ち、4ラウンドにマットヒューズポジションからアメリカーナアームロックを決め一本勝ち。ジョーンズは4度目の王座防衛に成功しました。この試合はジョーンズのキャリアで唯一フィニッシュに追い込まれそうになったシーンであり、試合後右上腕二頭筋の神経を損傷している可能性があると診断を受けたそうです。試合後ジョン・ジョーンズは、アームバーを仕掛けられた時、フィジカル的にこれ以上伸ばすのは無理だというポイントを感じた。腕が鳴ったし、25年間感じたことのなかった感覚だった。その時、おいおい、こんな負け方をするなんて思ってもみなかったぜ、と思った。その後に打ったパンチも力が出なかったし、異変を感じた、と話しておりました。2013年4月、5度目の防衛戦として、チェール・ソネンとの対戦が決定しました。チェール・ソネンはミドル級トップコンテンダー。レスリングの NCAA ディビジョン1でオールアメリカンに選出されており、世界大学選手権では銀メダルを獲得したレスリングエリート。レスリングを生かしたテイクダウンからのグラウンド&パウンドを武器にミドル級トップランカーを次々と撃破。2010年には当時6度王座防衛中のミドル級絶対王者アンデルソン・シューバと UFC ミドル級タイトルマッチとして対戦。最終ラウンドの5ラウンド後半に腕ひしぎ三角固めで大逆転の一本負けを喫し、王座獲得には失敗しましたが、5ラウンドにわたって有利なポジションをキープし、試合を一方的に優勢に進め、アンデルソン・シューバーをあと一歩というところまで追い詰めておりました。また、ジョーンズとソネンは USC 契約をかけたリアリティショー、タフシーズン17のコーチ役として出演。タフシーズン17終了後、コーチ対決としてタイトルマッチが行われることになっております。この対戦について USC 代表デイナ・ホワイトは、そもそも USC151 で怪我をしたダン・ヘンダーソンの代役としてライトヘビー級のトップコンテンダー全ての対戦相手候補にオファーをしたが、ジョーンズと戦うことに同意しなかった。何を言おうが聞く耳は持たなかった。しかしチェールだけがあの時戦おうとしたんだ。チェールは試合を望み、ファンもその試合が見たかった。彼らの望みが叶う。タフに出てから2人は戦う。タフシーズン17は素晴らしいものになるだろうとコメントしておりました。試合前ジョーンズは、チェールの上手いところは言葉を武器にしているところだ。それが彼の全てでもある。モハメド・アリのことが好きな人たちの多くは挑発をしてきたことが好きだ。
モハメド・アリとチェールの違いは、モハメド・アリの方は実際に信用されているということだ。彼は試合に勝つことで自分の言うことに説得力を持たせようとしていたし、ベルトの有無に関係なくチャンピオンだった。一方チェールは信用されていないし、毎回チャンピオンになるチャンスをものにできていない。彼にはチャンピオンとしてのソウル、ハート、倫理観がない。何もないんだ。彼はビッグファイトがしたいのだから、俺がそのチャンスを与えてやった。とんでもないやり方でチェールに勝ってやる、と話しました。試合は1ラウンド、クリンチアッパーで粘るソネンを金網に押し付けテイクダウンを奪い、パウンドと肘打ちで圧倒し、TKO 勝ち。危なげない試合展開で、ジョーンズは5度目の王座防衛に成功しました。試合後チェール・ソネンは、ジョーンズは俺の土俵のレスリングで戦い勝ってしまった。ムカつくしきつい。彼はいつの間にか俺の足の上にいた。それはずっと俺がやってきたことだ。俺はキャリアを通じて3回しかテイクダウンされてこなかった。しかしジョーンズは1ラウンドに3回テイクダウンした。最初からすごいと思っていたし、もう少しやりたかった。ジョーンズは俺の思っていた以上だった。ジョーンズはこれまで戦った中でも一番だった、と話しました。2013年9月、MMA ファイターとして初となる飲料水メーカーのゲータレードとスポンサー契約を結んだことを発表しております。2013年9月、6度目の防衛戦としてランキング1位のアレクサンダー・グスタフソンとの対戦が決定しました。アレクサンダー・グスタフソンは当時 MMA 戦績15勝1敗、アマチュアボクシング出身、196センチの長身で距離を取ってのアウトボクシングを軸に戦うストライカー。前戦では元 USC ライトヘビー級王者マウリシオ将軍に判定勝ちで USC6 連勝を挙げており、ジョーンズからソネン戦後に次期挑戦者として指名をされておりました。試合前ジョーンズは、今度の試合でアレクサンダーはいろんな種類のパンチを大量に浴びることになるだろう。これまでも俺が一方的に殴りっぱなしだった試合がいくつかあった。ランページ戦では試合中に彼が俺を殴ったのは2発くらいだった。リョウと町田も俺の顔に触れたのは2回ほどだった。世界中のベストファイターと戦ってきたが、その多くは顔を殴るチャンスすら与えなかった。俺はアレクサンダーよりタイミング、リズム、距離の取り方がうまいと思っている。ロンより証拠を見せることになるだろう、と話しました。試合はジョーンズよりも長身のグスタフソンの優れたボクシングテクニックに苦戦し、1ラウンドは MMA キャリア初めてのテイクダウンを許してしまいます。4ラウンドに得意のスピニングバックエルボーをヒットさせ盛り返すと、5ラウンドには動きが落ちたグスタフソンからテイクダウンを奪い返し、激闘の末僅差の判定勝ち。ジョーンズはティト・オーティズのライトヘビー級最多防衛記録を更新する6度目の王座防衛に成功しました。試合前、誰もがジョーンズは圧倒的有利の予想をしておりましたが、グスタフソンの健闘ぶりには誰もが驚かされました。この試合は神がかった強さのジョーンズが最も苦しめられた試合だったと言われる一方、ジョーンズが後半での盛り返しを見せ、精神的な強さを見ることができた試合ともなりました。また、この試合は ESPN、FOX スポーツ、Yahoo スポーツ、シャードックから2013年のファイトオブザイヤーに選出され、2020年3月にはこの試合が UFC 殿堂入りを果たしております。試合後 USC 代表デイナ・ホワイトも、私はこの試合に心をつかまれたし、私も観客も熱狂して叫んでいた。私は採点することも忘れていた。再戦は組みたいし、意味はある。まずはこれだけの激闘をした後だし、帰宅して色々やるべきことがある。回復して家族との時間を過ごした後に、そういう気分が再燃するものだろう。話し合うのはそれからだ、と話しておりました。2014年4月、7度目の防衛戦として、当時ランキング2位のグローバー・テイシェイラとの対戦が決定しました。グローバー・テイシェイラは当時 MMA 戦績22勝2敗。柔術黒帯のハードパンチャーで KO を量産し、MMA20 連勝中。前戦ではライアン・ベイダーに1ラウンド TKO 勝ちしており、ライトヘビー級王座挑戦権を獲得しておりました。試合前ジョーンズは、まだまだライトヘビー級でやらなきゃいけないことがたくさんある。グローバー・テイシェイラに勝って、アレクサンダー・グスタフソンとの再戦にも勝って、それからダニエル・コーミエにも勝たないといけない。どう転んでも過酷なスケジュールだよ。この3人が虎視眈々と俺を狙っている。次の3人はモンスターだ。テイシェイラ、グスタフソン、そして DC を乗り越えるのが俺の予定だ。と話しました。試合はハードパンチャーのテイシェイラを相手にスタンドで圧倒し、3者フルマークの判定勝ち。ジョーンズはテイシェイラを完封し、7度目の王座防衛に成功しました。試合後テイシェイラは、ジョーンズは俺のベストショットの左フックを何度か受けても平気だった。ジョーンズは偉大なチャンピオンだ、と話し、この試合はジョーンズの打たれ強さを証明する試合ともなりました。2014年6月、8度目の王座防衛戦として、アレクサンダー・グスタフソンとの再戦が発表されました。しかしジョーンズはこの試合に対し、
誰がチャレンジャーにふさわしいと思う？俺はダニエル・コーミエの方が称賛されているし、戦績もいいと思う。彼は無敗だし、元チャンピオンにも勝っている。ストライクフォースのチャンピオンにもなっているから、俺の中でコーミエの方がアレクサンダー・グスタフソンより上だ。だがファンはアレクサンダーとの再戦の方が見たいのだろうし、そっちの方が大事なんだと思ったと話しておりました。しかしグスタフソンが半月板を損傷し、欠場が発表。代役としてダニエル・コーミエとの対戦が決定しました。ダニエル・コーミエは当時 MMA 戦績15勝無敗。レスリング出身で NCAA ディビジョン1オールアメリカンに選出され、世界の様々な大会で結果を残してきたレスリングエリート。2004年アテネオリンピックではレスリングフリースタイル4位に輝いた経験を持っております。2009年 MMA に転向すると、レスリングを軸にしたスタイルで勝ち星を重ねました。2011年9月、ストライクフォースヘビー級ワールドグランプリに欠場したリスター・オフレームの代役として準決勝から出場すると、1回戦で皇帝エメリア・エンコ・ヒョードルに TKO 勝ちしたアントニオ・シューバと対戦。当時 MMA では知名度が低かったコーミエに対し、ヒョードルに勝った直後のアントニオ・シューバは圧倒的有利とされておりました。しかし試合は1ラウンド序盤に右オーバーハンドでダウンを奪い、最後は左ショートフックと右ショートアッパーのコンビネーションで1ラウンド TKO 勝ち。大番狂わせを起こして決勝に勝ち上がると、2012年5月、決勝では当時8連勝中のジョシュ・バーネットと対戦。試合は1ラウンドからダイレクトテイクダウンで優勢に試合を進め、5ラウンド判定勝ち。コーミエはそうそうたるメンバーがエントリーしていたストライクフォースヘビー級ワールドグランプリ優勝を果たし、 MMA ファイターとしての知名度、価値を大きく上げ、その戦いぶりから海外のファンからは黒いヒョードルとも呼ばれておりました。UFC がストライクフォースを買収したため、2013年に UFC に移籍。UFC 参戦後、フランク・ミア、ロイ・ネルソン、パトリック・カミンズ、ダン・ヘンダーソン相手に4連勝を挙げ、ジョン・ジョーンズとの対戦までたどり着いております。対戦が決定すると、早速両者は SNS 上で絶戦を展開。ダニエル・コーミエが Twitter で、ジョン・ジョーンズからお前がくたばる準備ができていることを願うよというダイレクトメッセージが来た画像をアップ。コーミエは俺はお前をぶっ潰すと返信しようとしたものの、送れなかった画像をアップし、コーミエはみんなこのメッセージをジョン・ジョーンズに教えてやってくれ。彼は俺をフォローしてないし、俺も彼をフォローしてなかったと思う。彼は忍者だとコメント。またインスタグラムでジョーンズが左目の上をカットした様子をアップすると、コーミエは9月27日にそういう傷をお前の顔にたくさん作ってやる。毎日お前のことを考えるから試合が待ちきれないぜ。テイクダウンしてその傷口に肘をこすりつけてやるぜ。そこに狙いを定めてやるとコメント。それに対しジョーンズは、彼のパンチは速すぎる、彼の呪術は上手すぎる、彼のレスリングは上手すぎる、スピードが速すぎる、経験豊富だ、彼の空手は崩せない、彼のタイミングは崩せない。俺はそういうコメントを全て聞いてきた。全てだ。ダニエルの俺がダン・ヘンダーソンやパトリック・カミンズとはわけが違うことを思い知った時の顔を見るのが待ちきれないとコメントしており、両者の間で激しい火花が散っておりました。2014年8月8日、対戦発表記者会見では、因縁の2人がフェイスオフで睨み合った際、コーミエがジョーンズを突き飛ばしたのを皮切りに、ジョーンズがコーミエに殴りかかり、会見場を破壊するほどの乱闘騒ぎが起こりました。ネバダ州アスレチックコミッションにより、記者会見で乱闘騒ぎを起こした処分として5万ドルの罰金と40時間の社会奉仕活動への参加を課せられ、ジョーンズはナイキからスポンサー契約を打ち切られてしまいました。この乱闘騒ぎにより、ジョーンズ対コーミエの一戦は世界中からより注目が高まっておりました。しかし2014年8月12日、ジョーンズは足を負傷したため欠場することを発表。コーミエとのタイトルマッチは延期となってしまいました。2014年12月、ジョーンズはリーボックとスポンサー契約を結ぶと、2015年1月、8度目の防衛戦としてダニエル・コーミエとの仕切り直しの因縁マッチが決定。コーミエ戦に対してジョーンズは、この試合はガシャド・エヴァンス戦とは状況が似てないと思う。むしろチェール・ソネン戦に近いと思う。チェール・ソネンはテレビでコメンテーターの仕事をしていた。彼は話がとても上手いし、世間を信用させる方法を知っている。ダニエルは確かに素晴らしいスキルを持っているし、無敗だ。だが彼は言葉を武器にして世間を信用させていると思っている。彼の広い言葉遣いを聞いていると、チェール・ソネンを思い起こさせる。彼は真実とは異なるふざけた言動が多かった。彼はイージーなふりをしていたが、実際のところは自分のことを心底信じていなかった。俺との試合をイージーだというのは、空を飛べると言っているのと同じことだ。その言葉には重みがない。コーミエには多くの疑いがある。クレイジーなことを言うことで自分のことを信じようとしている。
俺は完璧に自分のことを信じて試合の日を迎えるが、彼は自分の言ってきたことを振り返ってそれがプレッシャーになる。俺は彼よりタイトルマッチで気分を落ち着かせる方法を知っている。23歳からずっとな、と話しておりました。試合はジョーンズがオリンピックレスラーコーミエから MMA キャリアで初めてのテイクダウンを奪い、試合終了までに合計3度のテイクダウンを奪うなど圧倒して5ラウンド判定勝ち。ジョーンズはコーミエに MMA キャリア初黒星をつけ、8度目の王座防衛に成功。USC ライトヘビー級最多防衛記録を更新しました。試合後ジョーンズは、彼が勝っていたらここで俺のことをボロクソに言っていたと思う。だから彼のことを気の毒だと思わない。これは戦いだから。彼のパフォーマンス自体はとても素晴らしかったと思う。唇や目の周りが腫れた。コーミエには復活してほしいとは思っている。そうすればまたぶっ潰すことができるから、と話しました。試合後ダニエル・コーミエは、俺は戦争をすると言っていたが実際そうなった。第1ラウンドが終わる頃にはお互い出血していたし、チャンピオンシップとはそういうものだ。みんなが想像できないくらい試合中何度も自分を立て直さないといけなかった。大差はないし、いずれにしても俺は潰されない。俺は再び彼とケージでやり合うつもりだし、今回同様自分を信じて戦うつもりだ、と話しました。とんでもない注目を集めたジョン・ジョーンズ対ダニエル・コーミエ因縁の一戦は、ジョーンズに軍配が上がり、ジョーンズは驚異的な強さを世界に見せつけました。しかし試合後、ジョーンズの薬物検査でコカインの代謝物が検出されていたことが発表。コカインは世界アンチドーピング機関の基準で禁止薬物に指定されていないため、コミッションから出場停止や罰金などの処分を課されませんでしたが、 USC は行動規範違反で$25,000の罰金処分を課したと発表。そしてジョーンズはコカインの服用を認めました。この件に関してジョーンズは、家族の応援もあって薬物治療施設に入ることになった。フィアンセ、子供、母親、父親、兄弟に自分の犯したミスを謝罪したい。USC に謝罪したい。コーチ、スポンサー、ファンに対しても同じ思いだ。この治療プログラマーを真剣に受けたい、とコメント。USC 代表デーナ・ホワイトは、もちろんショックだったが、これはパフォーマンス強化薬に引っかかったのとは状況が違う。こういう時、最初に何を心配すると思う？試合や仕事のことよりも、人としてジョン・ジョーンズのことを心配するものだ。彼はリハビリ施設に入り、診断を受けるが、今後についてはそれからだ。ジョン・ジョーンズとは施設に入る前日に話したが、彼はいい状態だったし、今日はもっと良くなっているのは間違いない。みんなが衝撃を受けたのは、誰も彼がドラッグを使っていたなんて夢にも思わなかったことだ。彼は戻ってくるし、パウンド・フォー・パウンド世界一だ。彼が良くなってまともになって帰ってくることを想像してほしい。我々は必要な支援をしていく、と話しました。しかし3ヶ月後の2015年4月、ジョーンズはアルバカーキ市内でレンタカーを運転中、信号無視をし、妊婦が運転する車に追突事故を起こしました。それだけでなく、事故を起こしたジョーンズは、車を置き去りにしたまま、フェンスを越えて丘の方に逃走。この時多額の現金をパンツのポケットに突っ込んで逃走していたという目撃情報もあったそうです。妊婦の胎児に影響はなかったものの、妊婦は腕を負傷。また、ジョーンズのレンタカーからはマリファナの吸引器が発見されました。その後、アルバカーキ市警がジョン・ジョーンズに逮捕状を交付したと発表。翌日、ジョーンズはアルバカーキ市警に出頭し、逮捕されました。これを受けて UFC は、ジョーンズから USC ライトヘビー級王座を剥奪し、無期限出場停止処分を課すことが発表。リーボックからはスポンサー契約を解除されました。そして2015年9月、ジョーンズはアルバカーキの地方裁判所にて開かれた裁判に出席し、執行猶予1年6ヶ月の判決を下されました。今までジョーンズは USC ファイターとしてとんでもない強さととてつもない記録を世界に見せつけておりました。USC 史上最年少記録を達成し、数々の USC ライトヘビー級トップファイターを圧倒し、計8度の王座防衛を達成。ナイキ、ゲータレード、リーボックといった超一流メーカーとのスポンサー契約をするなど、ジョーンズは世界に多くの影響を与えたアスリートでした。これからのジョーンズの活躍、様々な偉業達成を期待する中、このような形での王座剥奪は世界中のファンを落胆させました。裁判が終わった2015年10月、USC 公式サイトにて、ジョーンズの無期限出場停止処分が解かれ、復帰することが発表。ジョーンズは8度王座防衛していたベルトを取り返すべく、再度動き出します。1年3ヶ月ぶりの復帰戦として、2016年5月、因縁の相手、ダニエル・コーミエとの USC ライトヘビー級タイトルマッチが決定しました。ダニエル・コーミエは、ジョーンズに敗戦後、新ライトヘビー級王者決定戦として、アンソニー・ジョンソンと対戦。3ラウンドにリアネイキッドチョークで一本勝ちを収め、USC 新ライトヘビー級王者に輝いておりました。
また試合後のインタビューでジョン・ジョーンズしっかりしろ、俺は待ってるぞとコメント。ジョーンズは今回挑戦者として対戦することになりました。しかし試合までの数ヶ月間、ジョーンズは新たに様々な問題を起こします。2016年1月、アルバカーキ市内にて運転免許証、自動車保険証、登録証明書を不携帯で運転していたことが発覚。後に開かれた裁判に出席して運転免許証、自動車保険証、登録証明書を提示したため執行猶予期間中でしたが、執行猶予が取り消されることはなく、処分として動物愛護協会へ100ドルを寄付するよう命じられただけで収まりました。さらに2016年3月にはアルバカーキ市内にてドラッグレース行為、マフラー改造、ナンバープレート改造、車線変更違反、エキシビジョン運転の5つの容疑で交通違反切符を切られた挙句、警察官に暴言を吐いたことが発覚。この件に関しては後に執行猶予違反で逮捕されております。処分として90日間の宣告猶予の判決が下され、運転講習の受講と怒りの感情をコントロールするカウンセリング、60時間の社会奉仕活動、反則金143ドルの支払いを命じられました。懲りずに短期間で何度も問題を起こしてしまうジョーンズでしたが、 UFC はジョーンズを欠場させずそのままコーミエ戦を行うと発表。しかし4月1日、コーミエが足を負傷し、コーミエとのタイトルマッチの延期が決定。代わりに USC ライトヘビー級暫定王座決定戦としてオビンス・サンプルーとの対戦が決定しました。オビンス・サンプルーは当時 MMA 戦績19勝7敗、恵まれたフィジカルを武器に UFC7 勝2敗の戦績を残すも、ライアン・ベイダー、グローバー・テイシェイラといったトップランカーには敗北を喫しておりました。他に大学候補としてアンソニー・ジョンソンにオファーをしたそうですが、手術を受けた直後だったため3週間後の試合は厳しいという理由でオビンス・サンプルーにチャンスが巡ってきました。試合前ジョーンズは、刑務所生活で謙虚な気持ちになれた、また塀の中かと思ったし、自分でどんな人生を作ってきたとか、幸せとは何だろうとか、全てを改めることができるかとか考えた。刑務所の中は精神的にも参ったし、自分に失望している。俺の最大の強みは回復力の強さだ。俺はビクトー・ベイフォートに腕を折れかけても戦い続けた。アレクサンダー・グスタフソンに取られたラウンドもあったが、チャンピオンシップラウンドで盛り返した。法的トラブルがあっても全身あるのみだ。俺の人生はずっとそんな感じだった。薬物中毒も治したし、俺は決してギブアップしてこなかった。俺はその象徴になりたいと話しました。試合は慎重かつ堅実な試合に徹し、決め手を欠く試合展開となったものの、手数とテイクダウンの数で大きく上回り判定勝ち。ジョーンズは USC ライトヘビー級暫定王者に輝きました。試合後ジョーンズは 20% ぐらいしか持っているものを出せなかった。申し訳ないけどダニエル・コーミエ戦で全てを出すよ。肉体的には問題ない。ちょっとメンタルがやられていた。ただ絶対的に勝利が必要だったんだ。こんなベルトは欲しくない。本物じゃないからね。本当のベルトが欲しいんだと話しました。2016年7月、記念すべき USC200 のメインイベントとして USC ライトヘビー級王座統一戦、ダニエル・コーミエとの仕切り直しの再戦が決定しました。今回も両者は SNS で絶戦を繰り広げておりました。ダニエル・コーミエがインスタグラムで、こりゃすごい、送ってくれた会社は忘れたが感謝したい、これでトレーニングキャンプが楽になるよとコメント。これに対しジョン・ジョーンズは自身の公式サイトで、ペーパーチャンピオンのダニエルが最後のひとときを楽しんでいるのはいいことだ。お前はボコられるし、これがお前の作戦じゃないことを願う。スマートな練習をしてくれ、欠場しないでくれ、真のチャンピオンよりと返答しておりました。しかし大会3日前、USC はジョーンズがウサダの薬物検査で禁止薬物の陽性反応が出たことから欠場することを発表。ダニエル・コーミエにとって MMA キャリア唯一の敗北を払拭すべく待ち望んだこの再戦消滅は気の毒すぎて言葉になりません。コーミエはすごく嫌な予感があった。今の気持ちを説明するのは難しい。とにかくとてもがっかりしている。この試合のために本当に一生懸命練習してきた。俺は彼に敗れたことをずっと引きずっていた。彼のことを払拭していかなくてはいけないと話しました。ジョン・ジョーンズは記者会見を開き謝罪。しかしジョーンズは禁止薬物を故意に摂取したのではなく、服用した競争剤に禁止薬物が混入していたと主張。全米アンチドーピング機関ウサダも独自にジョーンズの購入先から競争剤を入手して検査を行い、競争剤がジョーンズから検出されたものと同じ禁止薬物で汚染されたことを確認したそうです。よってジョーンズは故意に禁止薬物を摂取したのではなく、禁止薬物で汚染された錠剤を知らずに服用したとジョーンズの主張を認めるも、過失責任もあると結論付け、これによりウサダはジョーンズに1年間の出場停止処分を下しました。この処分を受けて USC はジョーンズの USC ライトヘビー級暫定王座を剥奪。またもや不祥事でベルトを失ってしまいました。
この件に対し USC 代表デイナ・ホワイトは、ジョン・ジョーンズとはまだ話をしていない。彼のところに行くつもりもない。何も話すことはないから。今の私はジョン・ジョーンズの大ファンじゃない。おいおい大丈夫か。君はもう28歳だろう。このスポーツで最大級の才能を持っているんだろう。とも言いたくなる。彼には悪い取り巻きがいる。彼を狙う用心すべき連中だ。もういい加減にしてほしい。ジョンはずっと前に身辺整理をすべきだった。と話しました。そして1年の月日が経ち、出場停止処分が明けた2017年7月、USC ライトヘビー級タイトルマッチとして、王者ダニエル・コーミエとの再戦が決定しました。ジョン・ジョーンズは、みんなこの階級で本物の男が誰なのかは分かっている。コーミエは自分がチャンピオンだと思い込もうとしている。俺に勝つまでは時代を制したことにならない。俺はすでに史上最も偉大なファイターだ。戦績がそのことを物語っている。俺は殿堂入りしたファイターを6人も倒している。俺のレガシーは他の誰とも比較できないほどの巨大なものだと話しました。ダニエル・コーミエは彼と友達になりたいという願望はない。俺たちは出会うたびに何かが起きるし、まだ何かが起きそうだ。俺たちが友人になることはないし、同じ空気も吸いたくない。彼はチンピラだからいつも問題を起こす。彼はベルトを奪われた。自業自得だ。だからこっちはチャンピオンになるために彼を倒す必要はなかった。俺が気になるのは7月29日の再戦だけだ。2年半そのことしか考えちゃいない。と話しました。試合はジョーンズが序盤から多彩な蹴り技で試合のペースをつかむと、3ラウンドに左ハイキックでぐらつかせ、ダウンしたコーミエに追撃のパウンドで KO 勝ち。ジョーンズは長年のライバルダニエル・コーミエからキャリア初のフィニッシュで勝利し、 USC ライトヘビー級王座奪還に成功しました。試合後のインタビューでは、この場を借りてダニエル・コーミエに感謝を伝えたい。一番のライバルであり、俺のモチベーションを高めてくれる相手だ。彼は真のチャンピオンだった。チャンピオンのあるべき姿、夫として父親としてあるべき姿を見せてくれている。チームメイトやみんなにもたくさんのいい影響を与えてきた人だ。残念なことに俺たちは敵同士だったけど、彼は彼の人生において一生涯真のチャンピオンであり続けるとコメントしました。ジョーンズとの長年のライバル関係について聞かれたコーミエは、彼が2試合とも勝ったんだからライバルじゃないよとコメントしました。長きにわたりライバル関係にあったジョン・ジョーンズとダニエル・コーミエ。様々な問題を起こし、再戦まで2年半の月日が経ってしまいましたが、ジョーンズが圧倒的な強さを見せつけ、2戦2勝。これで2人のライバル関係に終止符が打たれたと思っておりました。しかし試合後、全米アンチドーピング機関 USADA が前日計量後に実施したドーピング検査で、ジョーンズにアンチドーピング規則違反があったことを公表。後に B サンプルも陽性反応だったことが USADA より公表され、これを受けてカリフォルニア州アスレチックコミッションは、ジョン・ジョーンズ対ダニエル・コーミエの試合結果をノーコンテストに変更。UFC はジョーンズから UFC ライトヘビー級王座を剥奪して、コーミエに王座を差し戻すことを発表しました。最終的に検出された禁止薬物が運動パフォーマンスの強化につながらないほどの極微量だったこと、ジョーンズが抜き打ち検査をコーミエ戦までの10ヶ月間に7回クリアしていたこと、そして短期及び中期代謝産物が検出されなかったことなどを考慮した結果として、USADA は全ての証拠はジョーンズの違反は故意でもアスリートのパフォーマンスを強化するものではないという結論になった。禁止薬物を使用する意図は間違いなくなかったと発表。ジョーンズは薬を使ったという状況は間違いだったことは証明された。筋力増強薬を使ってもっといいファイターになろうと誰が期待している。私たちは正しい薬を販売している会社を見つけ、正しい薬をオーダーした。しかしその薬には本来ないはずのものが入っていたんだ。しかしそんな少量ではもっと強くなっていい試合ができるなんてことは全くないよ。私たちはUSADAに私の体で発見されたステロイドの量を教えてほしいと頼んだんだ。それは塩をつまみ上げてオリンピックサイズのプールに投げ込むほどのものだった。この量なら事故であったことは非常に明白だ。これがダニエル・コーミエをノックアウトするのに役立っていないことは明らかだと話しました。ジョーンズは意図的に不正行為は行っておらず、過失の度合いに基づいて2018年10月28日までの15ヶ月間の出場停止処分が下されました。USC 代表デイナ・ホワイトは、残酷だ、信じられないことだ。私の考えでは彼はこれまでの中でも最高だった。それだけに余計に残念だ。陽性反応が出ていなかったら彼がこの先どうなっていたかを想像すると悲しくなるとコメントしました。ジョーンズは禁止薬物が混入されたサプリメントを知らずに摂取していたことが証明されましたが、盛り上がりを見せたコーミエ戦はノーコンテスト。そして USC ライトヘビー級王座を剥奪。ジョン・ジョーンズはこれまでの実績から正真正銘のパウンド・フォー・パウンド1位にもかかわらず、何度も問題を起こしてしまいました。ジ
ジョン・ジョーンズは世界中のファンを落胆させ続け、世界のスターから世界のヒールへと化してしまいました。中編は以上です。後編では王座奪還、不祥事、そしてヘビー級転向表明の現在までを紹介します。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。